ということで、前回に引き続いて2024総集編後編やっていきたいと思います。で、前回言い忘れてたんだけど、前回の途中で一遍アップデートが入ってます。ただこのアップデートは主に調整されただけだったので、それでスルーしちゃったんだけど、今回の後編の途中では結構大型のアップデートも入ってるので、その辺も注目ですね。ということで行ってみましょう。大型の船を空に浮かべてゆったり飛行を楽しみたい。で、ベースにするのは屋形船。こいつにプロペラをつけていきます。はい、とりあえずこれでプロペラはくっついたわけなんだけど、いざ全く飛び上がる気配がないですね電池を追加するってのはあるとして、いや待てよ、荷物積んだままじゃねえか。とりあえずこれで行ってみるか。いざ飛んだうわー、この段階でうまくいくとは思ってなかったので、私自身が一番驚いてるただね、これ操縦できる機構を何もつけてないので、手で動かす時の力加減が難しいんだけど、おっとやばい、ダメかもしんないちょっとした動きで勢いがついてブレが大きくなるのと、墜落体勢になるとプレイヤーの体も自由落下するので、もう何もできませんはい、さっきの結果を踏まえて最終調整、これで試してみると、さっきよりもさらに安定した手応えがありますね。途中近くにも低い位置の空中遺跡があるのが分かったので、次はあっちにロケットエンジンを取りに行こうかな。とりあえずの目標としては、前回見えてたあの空中遺跡まで行けるかどうか。まず特に小細工しない状態でどこまで行けるかを試してみます。経験上届かないような気はしてるんだけど、届かなかったのは予想通りとして、そもそもこの燃料で実現可能だったのかってな確認作業をしてるところでもあるんだけど、そんなこんなで、まあいつか拾いに行けばいいかソーラーパネルは欲しかったので、これはこれで持って帰るとして、次の作戦を大幅に変更して資材を取りに行きましょうか。いざ。この前イエロースライムは連れてきたので、あとはグリーンスライムさえいればニトロセルロースが量産できますね。とにかくグリーンスライムとついでにロケットエンジンもう1個持っていこうかな。荷物が40キロくらい増えてるので、航続距離が減る分を見越して予備バッテリーも積んでたんだけど、案外特に目立った消耗はなかったですね。よし、ここからまた作っていきます。
ロケットエンジンは2つ使うことにします。飛距離を伸ばすためにこれに小さい翼をつけてるんだけど、明らかに効果がありますね。あとは耐久性と飾りを兼ねたプラスチックを減らすってな方法もありかな。今回の場合は最後あたりで暴発してくれると、むしろ普通に飛ぶよりも飛距離が伸びたりはします。とにかく持ち運びが可能な小型のベースができたってことにしときましょうか。ロケットエンジンを使ったジェットとモーターを使ったプロペラの合わせ技を使った乗り物を作りたい。まずベースにする飛行機は以前2号機として作ったものがあるので、いざちょっと難しいなモーター1つとエンジンをいくつか積んで10キロくらい増えただけでかなり厳しいですね。機体のスペックを上げるってのが最善策なんだけど、今回はこいつは主役じゃないので、これはまた別の機会に置いといて。よし、こんなところかな。ここからは歩いていきます。はい、こいつが2号機なんだけど、とりあえず部品をくっつけて、まずは作業場所まで戻ります。あとはさっきの小型ジェットからロケットエンジンを回収して、よし、じゃあこいつにロケットエンジンを積んでいきましょう。よし、こんな感じか。いざ。これはいろいろ改良が必要そうなんだけど、実際に動かしてみながら全体のバランスを調整していってます。よし、じゃあこれでいざ。なかなかいい感じに上昇して、空中遺跡の高度を超えましたね。空中遺跡だとこの地面にも風が吹いてるので、地上よりも着陸が難しいんだけど、これで空中遺跡にたどり着くことができました。地面に固定する方法を考えてる間に落っこちちゃいましたねせっかくロケットエンジンと燃料があるので、じゃん、こいつで作業場所まで帰ります。いざ。最悪あの空中遺跡の足元はほぼ浅瀬になってるので、普通に飛び降りた後で歩くこともできたんだけど、この辺の水辺が多い場所をもっと効率的に動ける乗り物が欲しいんだよね。まずは水上で動く乗り物のベースを作っていくわけなんだけど、できました。以前使ってたトラックですね。車体は少しカットしましょうか。車体の内側には草を詰め込むことで水上での安定性を上げます。よし、こんな感じでいいんじゃないか。とにかく動かしてみましょう。いざ。結構良さそうですね。
トラックと比較して車輪が小さい分地上でのスピードが遅かったり、シャーシが短い分荷物を積んだ時のバランスが悪くなるんだけど、水陸をオールラウンドでいけるのってその時の状況次第で使い分けるのも良さそうですね。で、同じく水陸両用車でもうちょい後にやろうと思ってた軍用車両があるんだけど、この流れでついでにやっちゃおうかな。実はね、ちょうどいい設計図が手に入ったので、じゃん、エール氏のところの戦車回に今回はこいつをベースにします。いろいろと現状の動きを分析しながら変更箇所の計画を立ててるんだけど、よし、いい感じに収まったな。試しに動かしてみると、ちゃんと動いて、あとは外装を整えていきます。よし、なかなかいい感じになりましたね。ちゃんと走れてますね。前回地上を走るところまではできたので、引き続き水上を走れるように改造していくわけなんだけど、本体に草を詰めていくのと、あとはスクリューをつけていきます。左右のスクリューを作ったのと、スクリューの位置をできるだけ正確に合わせつつ、ひとまずこんな感じでいいかな。ちゃんと海を進めました。スクリューはまだ強化してないんだけど、ちゃんと進めてますね。とにかく進めることは分かったので、プロペラを強化したのと、バッテリー周りの細かい調整をしました。とにかくこれで行ってみます。あれ？動かないことはないんだけど、明らかにさっきより遅いですね。若干惜しい感じはあるんだけど、このくらいの強度を持った乗り物って敵地を強行突破したり大陸間移動ができるってことを考えると、あながち捨てたもんではないですね。今回スクリューに関してはまだ課題があるってな結論かな。まず前回の ACV をベースにするんだけど、あいつは向こうの島に置いてきちゃったので、じゃん、小型ジェット機いざ。まあこれやってる途中でマリンジェットの方が良かったのではとは思ったんだけど、よし、はい、これで準備が整ったので実際に作っていきます。車体のベース部分は ACV の部品を流用はしてるんだけど、よし、ひとまずシャーシと車輪はこんなもんかな。次は電気の配線を組んでいきましょうか。で、そもそもここに滞在してる理由としては、この前落としたロケットエンジンをまだ回収できてないんだよねなのでこいつの実動試験としてあれを回収しに行ってみましょう。スピードは時速6キロくらいで、速いとはいかないまでも水上の乗り物としては及第点ですね。
ったあった。よし、これでロケットエンジンを回収できました。前編で作った本体にオプション機能を追加していくんだけど、どんな機能を追加するのかというと、車輪が稼働する。水上では車輪が上向きになるっていう変形機構で、イメージとしてはこんな感じですね。まず稼働する部品なので、もちろんベアリングを使っていきます。4輪とも同じようにバネを仕込んで、あとは腕で操作するためのレバーをつけていきます。全然動かんはい、いろいろ試してみたんだけど、うまく変形させることができませんでしたなので手動で変形させる仕組みを取ります。いざとりあえずベアリングを諦めたのもあってか、坂は無事に降りれますね。ここで車輪を上に上げて水上モードに変形させます。では、いざ。安定の航行性能ですね。ここでロケットエンジンを試してみると、接合がうまくできてなくて片方だけになっちゃってたまあ燃料も少なかったし、今後の研究材料にしときますか。とかなんとか言ってる間にリゾート地の島までたどり着くことができました。まずベースにする飛行機は湖の反対側に墜落しちゃったまんまなので、あっち側に向かいましょうかね。墜落した場所は正確には覚えてないんだけど、よし、無事に飛行機までたどり着きました。大まかなデザインとしては胴体っぽい部品を2つにするってな感じなんだけど、まずはこのプロペラ、コンパクトなプロペラにならないかな。翼の形状は結構悩みながら作ってって、変にプロペラと干渉したり、視界が悪くなったり、大きくなりすぎるとその辺にぶつかったりもしたので、送動機というイメージだけは残しつつ、完全に独創的な形になってますねこの辺でどうだ？なんかカクカクしてない？多分部品数が多いせいでしょうね。とはいえ今のは微妙に飛びそうな手応えがあったので、よし、これでいけるんじゃないか。いざ。カクカクしすぎるここからは早送りでお見せするとして、よし、飛べました。一応ね、飛ぶことはできたんだけど、本当にカクカクしてって実用性は厳しいですね今少し前に行ったリゾート地の入り口あたりにいるんだよね。ここからしばらくあっちの方に行くと、この前送動機を作った場所があるんだけど、最近あんまし戦ってなかったし、久しぶりに武器を作ってみようかな。以前使ったパイルバンカーをベースにします。ちなみに今回もオリジナル武装なんだけど、まあこんな感じかな。よし、
早速これで戦ってみましょう。うりゃ、なんとかいけますね。うりゃ、3万ダメージほど与えて一撃で壁をぶち壊しました。はい、とりあえず戻ってきたわけなんだけど、予備の材料は十分に確保してるので、おりゃ、これでリベンジ。壁は粉々に粉砕したので、次はもうちょい先にある誘導ビーム型のドローン基地の相手をしてみましょうか。おりゃ、よしよし、よくわからないダメージで一撃で破壊しましたね。この武装は壁破壊特化型として使うのが正しいかもしれない。今回は動力として暴れベアリングを使っていきます。これベアリングをひねった時に発生する謎の動きを利用したバグ技なんだけど、挙動が不安定でまともに制御するのは難しいので、だいたいどっかに飛んでっちゃうんだよねモルガはカラーパターンはいろいろあるんだけど、細かいところはやりながら調整するとして、これで動くか試してみます。さすが暴れベアリングと言われるだけあって暴れますねまあとにかくちゃんと走りました。ちょっとした段差だったら登れるパワーもあるし、無限動力なのでどこまでも走れます。今回はね、実戦を想定して作ったので実際に戦ってみましょう。よし、おりゃ。はい、今回のモルガの材料は基地の周辺で戦いながらほとんどの材料が揃うってな想定だったんだけど、挙動が不安定なのはどうしようもないな今回動力として使うのはドローン。こいつは普段ふよふよ浮いてるんだけど、こうやって横に寝かせると前に進むことができます。で、このトーチャオはいわゆる召喚獣みたいに使われるって言っとくと話が早いかな。形は後で調整するとして、とりあえず動かしてみます。引き続き調整してみます。よし、だいたいこれでうまく動きそうなので実際に戦ってみましょう。よし、いでよ、父ちゃん。もっと勢いよく飛び出してほしいところではあるんだけど、一応壁を破壊することができました。トーチャオは攻撃用だったんだけど、ソーリンは移動用の10マで、この上に乗ってスケボーみたいに走りたい。まず今回は移動した後で攻撃をする想定なので、トーチャオを分解したものを材料として使います。この状態で人を乗せて走れるかどうか。いざ。ちょっと人が乗ると厳しいか。これだと格段に良くなりましたね。
あとは飾り付けをして設計図用の電池を積んでいざで、最初細すぎるかなって思ってた本体なんだけど、無理に体や腕を動かさなければ大丈夫かもしんない。で、こいつを材料に闘茶を召喚するんだけど、ここから試してみましょう。入れよ闘茶を。よし、スポナーを破壊することができました。昔作ったつむじ、これを今の環境で作り直したい。で、適当な数のドローンで組み立ててみると、これだけなら浮かび上がることができますね。ブレード部分もこんな感じでいいでしょう。ついでにちょっと飾り付けもしときましょうかね。そんな感じでなんやかんや調整していって、まあこんな感じか。では実際に動かしてみましょう。こいつはドローンに対しては抜群の戦闘力だし、防御がかなり硬いのと攻撃回数が多いので、扱い方次第で比較的万能に戦える武装になったんじゃないかな。で、ここしばらく資材の少ない環境で遊んできたんだけど、久しぶりに湖の対岸に戻りましょうかね。まず今回の主目的はバージョンアップで実装されるであろう新しい素材をゲットするためにまだ見ぬ土地を目指そうってな趣旨になってます。そのためにこの V トールと空母をセットで運用するってな作戦でやっていくわけなんだけど、よし、やっと着陸できました。で、空母はなんやかんやってスタート地点からこっちの大陸まで移動させてたんだけど、はい、V トールのあたりまでたどり着きました。まあとにかく行ってみましょう。なかなか難しいかもしんない。重量がかなりあるせいで着地衝撃がかなり大きいんだよね。V トールを水の上に無理やり浮かせてこのコンテナを空母にくっつける。よし、これで空母に乗せることができました。いや、もうね、この辺で勘弁してもらえやしませんかね。最終的には無理やり乗せたんだけど、ちょうどこの後で新バージョンがリリースされました。未踏破の土地まで行かないとゲットできない資材がこの水晶。まず出発する前に今すぐゲットできる新素材があるので、そこから今まで何もドロップしなかった自爆ドローンをこうやって海に叩きつければ、古代のトランジスタがゲットできました。今回はトリガースイッチが欲しかったので、今後使う分も考えていくらか粘ったんだけど、従来のスイッチはベアリングを接触させる仕組みにしてたんだけど、これを単純にトリガースイッチに入れ替える。
いよいよ旅に出ましょう。いざ。で、今目の前に見えてる島の方を目指してるんだけど、あ、なんか見慣れないものが見えたぞ。確かこっちの方向だったはず。ありました。これが鉱床ですね。これを壊すと何らかの鉱石が出るはずなんだけど、こんな感じで着岸していって、さっきは船から見えてたのでそのまま歩いてきたんだけど、いざ、上空から見れるのって歩くよりも把握しやすい。そんな感じで船を少し進めては V トールで偵察をして、特に何もなければさらに船を進めて、そこから偵察ってのを繰り返していきます。あれか。おー、ありました。よし、とにかくこれで水晶をゲットすることができました。で、この島には硫黄があるのが分かってたので、硫黄もゲットできました。バージョンアップで実装された新素材なんだけど、久しぶりの利用なので向こうしばらく不自由しないくらいの量を持っていきます。では目的地に向けていざ。前回結構な距離を移動したんだけど、実は最近主に作業してたリゾート島ってそんなに離れてないんだよね。ちょっと待ってね。ありますね。っていうか、あれ？なんかめちゃくちゃ悪いんやが。とにかく今全部の鉱床を掘削する必要もないので、このまま海岸沿いに進みます。とにかく見覚えのあるところまで到着しました。ちょっとね、荷物を持って行ったり来たりするために乗り物があった方がいいかな。よし、シュビムバーゲンを使いましょう。はい、とりあえず間に合わせの作業環境が整ったので、まず先に前回入手した水晶から、細かいところはおいおい試すとして、今回は断続的に電気を通すのが分かったってところでいいでしょう。次に低反発ゴム。作り方としては今までのゴムと同じで、生ゴムと硫黄を接合する操作で生成できます。今までのゴムは高反発すぎて乗り物のタイヤに使うと異様な跳ね方をしたりしてたんだよね。でもこの低反発ゴムならいい感じになるんじゃないかってことで、今回はこのシュビムワーゲン用のタイヤとして作り直してるんだけど、よし、これで完成で、シュビムワーゲンに取り付けていきます。では実際に動かしてみましょう。いざ。かなりいい走りですね。よし、じゃあ最後に電源周りを改良します。ここで使うのが水晶。ここに水晶を挟んで通電を断続的にすれば地
ピードが落ちるはず。なんやかんやってできました。よし、いざ。で、左手の高速モードに切り替えると、おー、早い。これで一気に陸上の乗り物の性能が上がりそうですね。今回序盤でスルーした交渉がいくつかあったんだけど、次はあれを削減しに行こうかな。電動で刃物が動くタイプの工具なんだけど、モーターはぐるぐる回転するのに対して、今回作りたいものは前後にシコンシコンって動くものなんだよね。なので技術的な意味では動きの向きを変える仕組みを作るってのがテーマになってます。ベアリングでプランプラン動くものを押すような仕組みで作ってみます。よし、形自体はこんなもんか。動かしながら問題点を探してるんだけど、いくつか気づいたことがあるので、ここからは問題点を解消していきます。とりあえずこれで試してみると、よくはなったかもしんない。通電が不規則なことも障害になってるっぽかったので、微妙に良くなったような気がする。思いついた改善点は一通り試したんだけど、これで交渉を通せるかというと、そんな気は全くしないですね。ひとまず行ってみましょう。いざ。予想通りとはいえ全然ダメですね。で、ブレードソーって呼ばれるものにはサークルブレードソーっていうものもあって、はいドーン。これね、ドリル戦車マーク2の時に車輪パーツとして付けてたものなんだけど、こいつ初登場で脇役だったし、今回も脇役で微妙にかわいそうなポジションではあるんだけどとかなんとか言いながら、よし、交渉を破壊することができました。文字通りロケットの力を使ったハンマーで、これを使って交渉を壊したい。とりあえず必要最低限プラスアルファくらいの荷物を積んで、いざ。よし、ここから実際に作っていきます。これで試してみると、まあなんとかなりますね。よし、これで実際に交渉を壊せるかどうか行ってみましょう。っていうかね、いろいろ不安はあるんだけど、いざ。さすがに打撃面が石ってのは弱すぎたかな。はい、まず打撃面をタングステンで作り直すことで単純に打撃力を上げます。あとは合金で囲いをつけときます。よし、では実際に行ってみましょう。いざ。おー、結構いいダメージが出ますね。破壊力は握力×体重×スピード。この世界でもトリガースイッチによって握力が使えるようになったので、これによって破壊力が上がってる。まあとにかく
交渉を破壊することができました。まずこちらはうちの3番艦。最初屋形船として作った後に飛行船として改造したんだけど、今動けない状態なんだよね今回はトランジスタでいい感じの電気回路を作るのが主目的としながらも、船で荷物を運ぶことも目的にしています。いざここまでは特に問題ないですね。ここからが本題。まずはさっきの船の電源周りなんだけど、ここにトランジスタを使えばもっとかっこいい仕組みが作れるんじゃないか。一つの電源系統を切り替え式でオンオフできますね。この装置を船に組み込んでいきます。これでちゃんと動くようになりました。よし、最後に荷物を積み込んでいきます。今回は基本的な動きの確認と人様のを参考にした装置を作ったような感じだったんだけど、この辺は応用の幅がかなり広がりそうなので、何かひらめいたら作ってみようと思います。で、この収録後にバージョン 1.11 のアップデートが入りました。バージョン 1.11 で実装された資材なんだけど、はい、コンデンサーをゲットできました。放電速度が非常に速いって話なので、重機に向いてますね。今までの重機の常識だと、このスピードで起爆させるにはもっといろんな工夫が必要だったんだけど、それが一気に解消するような感じです。よし、これで大丈夫なはずなんだけど、ちゃんと動きますね。ちょっと実践をしてみましょうか。風車をやっつけたいんだけど、なんか邪魔なのが来たな。飛んで火にいる夏の虫か。スライム程度だと余裕ですね。いざ。柱には当たりましたね。ついでに若干持ちにくかったので、体に押さえつけやすいように調整して、これでもっぺん行ってみましょう。いざ。さっきの一発目といい、なかなかの命中率ですね。とはいえ、さすがにビーム砲を狙うのは難しいか。10発くらい撃ってると、ビーム砲を破壊できました。ということで、2024総集編後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。できるだけパパッと見れるようにざっくりお届けしたわけなんだけど、細かいところとか気になる方はぜひ本編の方もお楽しみください。で、ちょうど後編くらいにあたる時期にライブ配信も始めてます。ライブは今回の総集編には含めてないんだけど、そっちはそっちでライブダイジェストっていうのを気まぐれ更新で出しているので、そちらもぜひお楽しみください。そんな感じで、なんや
やかんややってきたんだけど、来年も引き続きやっていくので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。